解説。天才俳優アルパチーノ出演映画ランキングトップ10。あなたのナンバーワンは？ねえマリサ、今日はどんなお話？すごく渋くてかっこいい俳優さんの話みたい。レイム、今日はハリウッドの伝説、天才俳優アルパチーノについて語るぜ。ゴッドファーザーのマイケル役は、世界中の映画ファンを痺れさせたのぜ。アルパチーノ、ゴッドファーザーの人だね。どんなところが天才なの？アルパチーノの魅力は、役になりきる憑依型の演技だぜ。アウトローや癖のある人物を演じさせたら、その苦悩や狂気をスクリーンいっぱいに表現するんだ。圧倒的な迫力があるぜ。今日の動画は？今回は、彼の出演作の中から、これだけは押さえておきたい傑作を、私の独断でランキング形式で紹介していくぜ。私の情熱に基づいたトップ10なのぜ。楽しみ。そして、みんなの好きなパチーノ映画もぜひ知りたいぜ。コメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。第10位。摩天楼を夢見て、1992年。さてさて、マリサの選ぶアルパチーノ映画ランキング、記念すべき第10位はどの作品なの？第10位は、ジャカジャン、1992年の摩天楼を夢見てだぜ。これはデビッド・マメットのピューリッツァー賞受賞戯曲が原作になっているんだ。摩天楼を夢見てか。どんなお話なの？舞台はニューヨークの不動産会社。成績が全てのセールスマンたちが、生き残りをかけて熾烈な争いを繰り広げるっていう、胃がキリキリするような物語なのぜ。まさに資本主義の荒波に揉まれる男たちのドラマだ。うわぁ、聞くだけで大変そう。アルパチーノはここでどんな役を演じているの？アルパチーノが演じるのは、この中で一番成績の良い凄腕セールスマン、リッキー・ローマだぜ。口達者で、顧客を巧みに操る、まさにトップ営業マン。他の崖っぷちのセールスマンたちとは対照的な存在として、強烈な印象を残すんだ。なるほど、凄腕セールスマン役なんだね。アルパチーノの迫力ある演技が目に浮かぶようだわ。彼のローマ役は本当に凄まじいぜ。特に、顧客に畳みかけるようなセールストークのシーンは圧巻だ。アカデミー助演男優賞にもノミネートされたんだぜ。この映画はアルパチーノだけじゃなく、ジャック・レモンやエド・ハリス、アラン・アーキン、そしてケビン・スペイシーといった名優たちが集結していて、それぞれのキャラクターがすごくリアルなんだ。そんなに豪華な俳優さんたちが出てるんだ。それぞれの演技合戦もすごそうだね。そうなんだぜ。特にジャック・レモン演じる落ち目のセールスマン、シェリー・レイビンとの対比が見どころだ。人生の崖っぷちに立たされた男たちの悲哀と、それでも這い上がろうとする執念が、緊迫感のある会話劇で描かれているんだぜ。アルパチーノが後に舞台版でレイビン役を演じたっていうエピソードもあって、彼の役者としての深さが伺えるよな。舞台では違う役を演じたんだ。それも見てみたいかも。この映画を見ると、働くことの厳しさとか、人間のむき出しの部分を見せつけられそうだね。まさにその通りだぜ。バッドエンドにも見えるかもしれないが、これが現実なんだっていう強いメッセージを感じる作品だ。アルパチーノのギラついた、それでいてどこか孤独を抱えたローマの演技は、この映画の緊張感を一層高めているのぜ。人間ドラマが好きならぜひ見てほしい一本だぜ。第9位。セルピコ、1973年。さあマリサ、アルパチーノ映画ランキング、第9位は何かな？どんな名演が見られるのか楽しみだわ。第9位にランクインしたのは、1973年の作品、セルピコだぜ。これは実話に基づいた映画で、アルパチーノが演じるのは、汚職が蔓延するニューヨーク市警の中で、ただ一人、警官としての正義を貫こうとした実在の人物、フランク・セルピコなのぜ。実話なの？そして汚職と戦う警官。なんだか大変そうなストーリーね。まさにその通りだぜ。セルピコは、同僚たちが当たり前のように賄賂を受け取ったり、悪事に手を染める中で、それに全く加わろうとしない。そのせいで、彼は組織の中で孤立し、命まで狙われるようになるんだ。警察内部の腐敗を描いた、非常に骨太な社会派ドラマだ。うわぁ。正義を貫くことが、
かえって自分を危険にさらすことになるなんて、アルパチーノは、そんなセルピコをどう演じているの？これがまた凄まじいんだぜ。アルパチーノは、理想に燃える若手警官だったセルピコが、徐々に組織に失望し、人間不信に陥っていく過程を、痛々しいほどリアルに演じている。彼は役作りのために実際にセルピコ本人と時間を過ごし、その内面を深く理解しようとしたらしいぜ。彼のトレードマークでもある、長髪や髭、個性的な服装は、規律を重んじる警察組織の中では異質で、彼の孤立を際立たせているんだ。役作りのために本人と会うなんて、すごい熱意だね。彼の服装や見た目も、セルピコの反骨精神を表しているのかな。ああ、そして、彼はこの映画でアカデミー主演男優賞にノミネートされたんだ。それまで、ゴッドファーザーのマイケル役で注目されていた彼が、この、セルピコで、アウトローだけじゃない、正義感の強い、それでいて苦悩する等身大の人物も見事に演じられることを証明した作品なのぜ。見ていると、セルピコの孤独や葛藤が痛いほど伝わってきて、胸が締め付けられるような思いになるんだ。孤独な戦いを強いられる正義の警官か、アルパチーノの危機迫る演技で、その苦悩がどれだけ伝わってくるのか、すごく気になるわ。権力に立ち向かう個人の姿を描いた傑作だぜ。彼の代表作の一つとして、間違いなくランキングに入れるべき作品なのぜ。第8位、フェイク、1997年。マリサ、第9位のセルピコもすごかったけど、続く第8位はどんなアルパチーノ映画なの？第8位は、1997年のフェイクだぜ。これも実話に基づいた、マフィアに潜入捜査した FBI 捜査官の物語なのぜ。マフィアへの潜入捜査、スパイ映画みたいな感じ？近いかもしれないな。主演はジョニー・デップで、彼が潜入捜査官のドニー・ブラスコを演じている。そしてアルパチーノが演じるのが、彼と疑似的な親子のような絆を結んでしまう、ベテランマフィアのレフティ・ルッチャーロだ。マフィアのベテラン、アルパチーノにぴったりな役じゃない。ああ、これが本当に素晴らしいんだぜ。レフティは組織の中でうまくいかず、借金まみれで、どこか哀愁を漂わせている。そんな彼が、若くて信頼できるドニーを息子のように可愛がるんだ。アルパチーノは、このレフティの寂しさ、誇り、そして裏切りを知らずにドニーを信じ抜いてしまう悲哀を、本当に見事に演じている。潜入捜査官とマフィアの間に絆が生まれるなんて、切ないね。そうなんだぜ。ドニーは任務だからレフティを利用しているんだけど、彼自身もレフティの人間的な魅力に惹かれていく。この二人の間に生まれる複雑な関係性が、この映画の最大の魅力だ。アルパチーノは、ゴッドファーザーのような冷徹なボスとは全く違う、人間味あふれる、どこか不器用で愛おしいマフィアを演じているんだ。アルパチーノの演技の幅広さがわかる作品なんだね。まさにその通りだぜ。派手なアクションだけじゃなく、男たちの間の奇妙な友情と、それがもたらす悲劇をじっくりと描いている。アルパチーノは、この作品で再びアカデミー助演男優賞にノミネートされた。彼の演技を見ていると、レフティという人物の全てを受け止めてしまうような、そんな気持ちになるんだぜ。潜入捜査の緊迫感と、人間ドラマの深さが絶妙に組み合わさった、隠れた名作なのぜ。アルパチーノの哀愁漂う演技、見てみたくなったわ。第8位も納得の作品ね。第7位、ゴッドファーザー、パート2、1974年。さあマリサ、いよいよ第7位。次なるアルパチーノの名演は、どの作品から飛び出すのかな？第7位は、言わずと知れた傑作だぜ。1974年公開、ゴッドファーザーパート2だ。前作に続く、コルレオーネファミリーの物語なのぜ。ゴッドファーザーパート2、やっぱりランクインしたんだ。アルパチーノは、もちろんマイケル・コルレオーネ役だよね？その通りだぜ。そして、この作品での彼のマイケル役は、前作からさらに深みを増している。若き父尾藤の成功と対比される形で、ドンとなったマイケルがファミリーを守るために、どれほど冷酷に、そして孤独になっていくかが描かれるんだ。孤独になっていくマイケルか。
前作のラストでも少し冷たい表情が見えたけど、さらに進むんだね。ああ、アルパチーノは、権力を持つにつれて人間性を失っていくマイケルの変化を、微細な表情や佇まいで表現している。彼の演技を見ていると、マフィアのボスとしての冷徹さと、その内面に抱える苦悩や空虚感が痛いほど伝わってくるんだぜ。冷徹さの中に苦悩や空虚感、想像するだけで鳥肌が立つわ。まさに鬼気迫る演技だ。この映画は、前作に匹敵する、あるいはそれ以上の傑作と評価されることも多くて、アカデミー作品賞も受賞しているんだぜ。アルパチーノ自身も、このマイケル役でアカデミー主演男優賞にノミネートされた。アカデミー主演男優賞にノミネートされたんだね。それだけ彼の演技が評価されたってことだ。ああ、ファミリーを守るという大義のために、血縁者でさえ切り捨てていくマイケルの姿は、見ている者に強烈な問いを投げかける。アルパチーノが演じる、頂点に立ちながらも最も孤独な男。彼の代表作として、この順位は妥当なのぜ。深くて重い物語なんだね。アルパチーノの変貌ぶり、早く見てみたいわ。第6位、ヒート、1995年。さあ、どんどん行くよ。アルパチーノ映画ランキング。第6位はどの作品かな？第6位に輝いたのは、1995年のクライムアクション大作、ヒートだぜ。マイケル・マン監督による、アルパチーノとロバート・デ・ニーロという二大スターの初共演が実現した伝説的な作品なのぜ。ヒート、タイトルだけで熱そうだわ。アルパチーノとデニーロが初共演したって、それは歴史的な瞬間だね。そうなんだぜ。アルパチーノは、目的のためなら手段を選ばない熱血刑事ヴィンセント・ハンナを演じている。一方、デニーロはプロの犯罪者ニール・マッコーリー。大物と追われる者。まさに宿命の対決を描いた物語だ。熱血刑事、アルパチーノのイメージにぴったりだね。デニーロ演じる犯罪者との対決。想像するだけでワクワクするわ。アルパチーノ演じるハンナ刑事は、仕事に人生の全てを捧げているような男で、家庭はめちゃくちゃ、常に神経が高ぶっていて、エネルギッシュで予測不能な演技を見せるんだ。彼のグレートアス、なんていうセリフは特に有名だぜ。グレートアス？なんだかユニークなセリフね。アルパチーノのハイテンションな演技が目に浮かぶようだわ。そして、この映画の最大の見どころは、やっぱりアルパチーノとデニーロが喫茶店で対峙するシーンだ。互いのプロフェッショナリズムを認め合いながらも、決して相入れない立場の二人が静かに語り合う。映画史に残る名シーンなのぜ。あの伝説の喫茶店のシーンね。二人がどんな芝居をするのか、すごく興味があるわ。このシーンのためにこの映画を見る価値があると言っても過言じゃないぜ。アルパチーノは、性的なデニーロに対して、動的な演技でぶつかっていく。彼らの演技のぶつかり合いが、この映画に唯一無二の緊張感と深みを与えているのぜ。クライム映画の傑作として、そしてアルパチーノのパワフルな演技を堪能できる一本として、第6位にランクインだ。二人のレジェンドの共演、絶対に見なきゃ損だね。第6位、納得の作品だわ。第5位、カリートの道、1993年。第7位のゴッドファーザーパート2、第6位のヒートと、さすがの傑作が続いたね。第5位にはどんな作品がランクインするんだろう？第5位は、1993年公開のクライムドラマ、カリートの道だぜ。これもブライアン・デ・パルマ監督とのタッグ作品で、アルパチーノが、刑務所から出所した元麻薬王カリート・ブリガンテを演じているのぜ。元麻薬王、またハードボイルドな役柄ね。出所してどうなるの？カリートは足を洗って仇として人生をやり直そうとするんだ。ナイトクラブの経営で成功し、愛する女性と新しい人生を築こうとする。でも、一度裏社会に関わった人間が、そこから完全に逃れることの難しさが描かれているんだぜ。悪い世界から抜け出すのは、やっぱり難しいんだね。アルパチーノは、そんなカリートをどう演じているの？アルパチーノは、過去の自分と決別しようともがくカリートの、希望と絶望の間で揺れ動く心情を、本当に繊細かつ力強く演じているんだ。特に、彼が抱えるもう後戻りはできないという焦燥感や、
迫り来る危険への恐怖を表現する演技は圧巻だぜ。ショーン・ペン演じる、怪しげな弁護士との関係性も見どころの一つなのぜ。希望と絶望の間で揺れ動く。その葛藤をアルパチーノが演じるなんて、想像しただけで胸が締め付けられるわ。そうなんだぜ。この映画は、フィルムノワールの雰囲気も色濃くて、スタイリッシュでどこか悲劇的な美しさがある。でパルマ監督の巧みな演出と、アルパチーノの深みのある演技が見事に融合しているんだ。スタイリッシュで悲劇的。カリートの運命がどうなるのか、気になるわね。彼は、自分の過去や、裏社会とのしがらみから逃れようともがく。その姿は、見ている者に強烈な印象を残すぜ。アルパチーノが演じる、最後の光を求めながらも、影から逃れられない男。彼のキャリアの中でも、特に人間的な弱さや悲哀を深く掘り下げた名演として、第5位にランクインだ。アルパチーノの、ただ強いだけじゃない、人間的な魅力が詰まった役なんだね。第5位、納得の作品だわ。第4位、狼たちの午後、1975年。さあレイム、いよいよランキングも大詰め、トップ3が見えてきたぜ。今回紹介する第4位は、アルパチーノのキャリアの中でも特に異彩を放つ、1975年公開の社会派クライムドラマの傑作、狼たちの午後だ。狼たちの午後、なんだか不穏でも引きつけられるタイトルね。社会派クライムドラマっていうことは、ただのドンパチ映画じゃないってことかしら？アルパチーノさんはどんな役なの？その通り、これは実際に起きた銀行強盗事件を元にしていて、パチーノが演じるのは、どこか間の抜けた計画で銀行を襲撃してしまう主人公ソニーはアキックだ。彼はベトナム機関兵で、ある切実な目的のためにお金が必要で、親友の猿と一緒に銀行強盗を思い立つんだが、これがもうドタバタでな。計画は早々に破綻し、人質を取って立てこもる羽目になる。銀行強盗犯の役なの。しかも、ちょっと間抜けな感じなのね。アルパチーノさんといえば、もっとクールで計算高い役のイメージが強かったけど、そういう役もやるんだ。そこがこの映画の面白さであり、パチーノの演技の幅広さなんだよ。ソニーは衝動的で感情の起伏が激しく、お世辞にも計画的な犯人とは言えない。だが、彼にはどこか憎めない人間的な魅力があるんだ。人質たちに対しても威圧的ではなく、むしろ彼らと奇妙な連帯感のようなものが芽生えていく。パチーノは、この複雑でエキセントリックなソニーという男を、時に滑稽に、時に切実に、そして圧倒的なエネルギーで演じきっている。彼のアッティカ、アッティカと叫ぶシーンは、映画史に残る名場面の一つだぜ。人質と連帯感が生まれる銀行強盗なんて、前代未聞ね。その、アッティカ、っていうのはどういう意味なの？社会的なメッセージも込められているのかしら？ああ、それは実際に起きたアッティカ刑務所の暴動に言及したもので、ソニーの行動が単なる個人的な犯罪ではなく、当時のアメリカ社会が抱える抑圧や不満に対する叫びのようにも解釈できるんだ。映画は、警察やメディア、そしてヤジ馬たちが銀行を取り囲み、事件が劇場型犯罪の様相を呈していく様子をスリリングに描いている。パチーノは、追い詰められながらも虚勢を張り、必死に状況をコントロールしようとするソニーの焦燥感や、根底にある純粋さのようなものまで見事に表現している。この演技でアカデミー主演男優賞にノミネートされたのも納得だ。実はベースで、しかも社会風刺も効いているなんて、すごく見応えがありそうね。アルパチーノさんのエネルギッシュだけど、どこか哀愁も感じさせる演技。想像しただけで鳥肌が立つわ。第4位。これは本当に見逃せない作品ね。第3位、スカーフェイス、1983年。ついにトップ3の発表ね。もうここからは全部が伝説級でしょうけど、一体何が来るのかしら。マリサ、第3位、お願い。おう、映画史に名を刻む、強烈な作品だぜ。第3位は、1983年公開、ブライアン・デ・パルマ監督、アルパチーノ主演のバイオレンス映画の金字塔、スカーフェイスだ。スカーフェイス、顔に傷があるってことよね。
パチーノさんが演じるのは、やっぱり裏社会の人間、バイオレンス映画の金字塔って聞くと、かなり過激そう。その通り、パチーノ演じるキューバ難民トニー・モンタナは、野心と欲望の塊だ。コカイン密売でのし上がり、マイアミ暗黒街の頂点へ駆け上がる。だが、その過程は裏切りと暴力に満ち、富と権力に溺れ、妄想症に蝕まれ破滅へと進むんだ。成り上がりと破滅。パチーノさんは、そのトニー・モンタナの狂気みたいなものをどう演じているの？まさに怪演だ。パチーノは自信過剰で怖いもの知らず、それでいて子供のような純粋さも持つトニーを全身全霊で体現している。見開いた目、がなるような喋り方、そしてセイハロープーマイリトルフレンドとマシンガンをぶっ放すシーンは象徴的だ。キューバなまりの英語を徹底的に練習し、トニーのエネルギーを爆発させている。そのセリフ、聞いたことあるわ。強烈なシーンなんでしょうね。でも、ただ暴力的なだけでなく、人間の欲望の果てとか、そういうテーマも描かれているの？その通り、アメリカンドリームの暗黒面を強烈に描いている。トニーは世界は俺のものだとネオンサインを掲げるほど成功するが、誰も信じられず孤独に自滅する。その姿は過度な物質主義や際限ない欲望がもたらす悲劇を象徴しているとも言える。パチーノの圧倒的存在感とデパルマ監督の演出が融合した強烈な傑作だ。だからこその第3位だぜ。成り上がりと破滅、欲望と孤独、パチーノさんの強烈な演技で人間の業を見せつけられる作品なのね。心してみないと。第2位、セント・オブ・ウーマン、夢の香り、1992年。ついに来たぜ。レイム、アルパチーノ主演映画ランキング、堂々の第2位だ。この作品で、パチーノはついに、悲願のアカデミー主演男優賞を受賞したんだ。1992年公開、セント・オブ・ウーマン夢の香り。第2位、そしてアカデミー主演男優賞受賞作、セント・オブ・ウーマン夢の香り。タイトルからして、なんだかロマンチックな響きね。でも、アルパチーノさんが主演となると、一筋縄ではいかないキャラクターな気がするわ。その通り、パチーノが演じるのは、盲目の退役軍人フランク・スレイド中佐。気難しくて毒舌か、おまけに自殺願望まで抱えているという、とんでもなく厄介な男だ。感謝祭の週末、名門高校の苦学生チャーリーが、そんなフランクの世話係のアルバイトをすることになるんだが、この出会いが二人の運命を大きく変えていくことになるんだ。盲目の退役軍人、すごく難しい役どころでしょうね。しかも正確に一癖も二癖もありそう。アルパチーノさんは、そのフランク中佐をどんな風に演じているの？これがもう、神がかり的な演技なんだよ。パチーノは、目が見えないというハンディキャップを完璧に表現しつつ、フランクの持つ傲慢さ、ユーモア、そしてその奥に隠された孤独や絶望、さらには人生への渇望といった複雑な内面を、全身全霊で体現している。特に有名なのが、レストランでチャーリーに促されて美しい女性と単語を踊るシーン。盲目でありながら、女性の香りを頼りに情熱的で完璧な単語を披露する姿は、見る者すべてを魅了するぜ。彼の口癖である、ふわー、ふわーも印象的だ。盲目の男性が単語を、想像しただけでも、すごくドラマチックで美しいシーンでしょうね。ふわーっていうのも、なんだか力強い感じがするわ。厄介だけど、どこか惹かれるキャラクターなのかしら。まさにそうなんだ。フランクは破天荒な言動で周囲を振り回すが、その一方で、人生経験から来る深い洞察力や、若きチャーリーを導くような言葉も持っている。チャーリーとの交流を通して、フランク自身も生きる希望を取り戻していくんだ。クライマックスの、チャーリーが通う高校の懲罰委員会でのフランクの感動的なスピーチは、まさに圧巻の一言。パチーノの魂の叫びとも言える演技は、見る者の心を激しく揺さぶり、涙なしには見られない。アカデミー賞受賞も当然と言える。キャリアの頂点を示す名演だぜ。だからこその第2位だ。気難しいだけじゃなくて、人生の深みも感じさせるキャラクターなのね。そして感動的なスピーチ。アルパチーノさんがオスカーを取ったのも納得だわ。これは絶対に見て、
その魂の演技を確かめないと。第1位、ゴッドファーザー、1972年。ついにこの時が来たわね。アルパチーノ主演映画ランキング。数々の名作を抑えて頂点に輝くのは一体どの作品なのか。マリサ、栄光の第1位の発表、お願いするわ。ここまで長かったような短かったような。だが、この作品を置いて他に頂点はないだろう。アルパチーノ主演映画ランキング。堂々の第1位に輝いたのは、1972年公開、フランシス・フォード・コッポラ監督、映画史に燦然と輝く不朽の名作、ゴッドファーザーだ。ゴッドファーザー、やっぱり来たわね。映画好きでこのタイトルを知らない人はいないでしょう。アルパチーノさんは、この作品でどんな役を演じているの？やっぱり、マフィアの一員なのかしら？その通り、パチーノが演じるのは、巨大マフィアファミリー、コルレオーネ家の三男マイケル・コルレオーネだ。はじめは堅気の人間として家族の家業とは距離を置いていたマイケルが、父であるドン・ビトー・コルレオーネ、マーロン・ブランドが襲撃されたことをきっかけに、徐々にファミリーの闇へと足を踏み入れ、冷徹な後継者へと変貌していく様を、パチーノはまさに圧巻の演技で体現しているんだ。堅気だった青年が、マフィアのドンへと変わっていく。その変化をアルパチーノさんはどう演じているのかしら。すごく繊細な演技が求められそうね。そこがパチーノの天才たるゆえんだ。まだ若手だったにもかかわらず、彼はマイケルの内面の葛藤、知性、そして底知れぬ冷酷さを、主にその目で表現した。最初は純粋ささえ感じさせた瞳が、物語が進むにつれて鋭く、そして氷のように冷たい光を帯びていく。派手なアクションではなく、静かな佇まいの中に恐ろしさを感じさせる。まさに静かなる狂気とも言える演技だ。マーロン・ブランドやジェームズ・カーン、ロバート・デュバルといったそうそうたる名優たちに囲まれながらも、パチーノは確固たる存在感を示し、この作品でアカデミー助演男優賞にノミネートされたんだぜ。目で語る演技、想像するだけで鳥肌が立つわ。そうそうたる俳優陣の中で、若きアルパチーノさんがそれだけの存在感を示すなんて、本当にすごいのね。作品自体も、ただのマフィア映画じゃない深みがありそうね。もちろんだ。ゴッドファーザーは、家族の愛と絆、権力の非常さ、そして運命の皮肉を描いた壮大な人間ドラマだ。重厚なストーリー、練り上げられた脚本、ニーノ・ロータによる哀愁漂う音楽、そして何よりも俳優たちの魂のこもった演技。その全てが完璧に融合し、映画という芸術の高みへと到達した作品と言える。そして、アルパチーノ演じるマイケル・コルレオーネの変貌は、この偉大な物語の核心であり、彼の存在なくしてこの映画は語れない。文句なしの第一位だ。家族の物語であり、権力の物語であり、そしてアルパチーノという希代の俳優の才能が世界に示された作品でもあるのね。これはもう、映画ファンならずとも絶対に見なければならない。まさに伝説ね。総評またはまとめ。こうして見てみると、アルパチーノって本当に幅広い役を演じてるんだね。警察官からマフィアのボス、退役軍人に至るまで、どの役にも魂を込めてるのがすごいんだぜ。演技の深みと存在感は、どの映画でも圧倒的だよな。一つ一つの作品に強烈な印象があるっていうのも納得かも。しかも、どの時代にも名作があるのがすごいよな。70年代のゴッドファーザー、80年代のスカーフェイス、90年代の戦闘ブーマンまで、まさに映画史そのものを体現してるぜ。確かに、彼の映画を見るだけで映画の歴史をたどれる気がする。そうそう。これを機に、まだ見てない作品があったらぜひチェックしてみてほしいぜ。きっと心に残る演技に出会えるはずだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。